Hey guys! Hola amigos! If you wanna see the translation, don't forget to turn the subtitles on. Si quieres ver la traducción, no olvides activar los subtítulos. 皆さん、こんにちは。タボです。皆さんは日本のことに興味がありますか？日本語を学びたい人はいますか？この動画は日本のことに興味がある人も日本語を学びたい人もどちらも楽しめるようになっています。特に日本語のリスニングを練習している人は日本のアニメやドラマ、映画、聞きたいけど難しすぎてわからないということはありませんか？そんな人のために日常でよく使う簡単でベーシックな日本語だけを使って日本のアニメ、生活、食べ物、ニュースなどいろいろなことを紹介する動画を作りました。なので、この動画で毎日楽しみながら聞いているだけで、だんだん日本のアニメやドラマ、映画がわかるようになっていきます。さらに、日本語で会話をするときに使う言葉を選んだので役に立つ言葉をどんどん覚えることができます。ぜひ楽しんでください。それでは今回の動画のトピックに行きたいと思います。今回はまず世界でも話題になった一人の女子高生のために待ち続けた駅のお話をしたいと思います。次に日本人が日本で旅行に行きたい11年続けて1位の場所のお話をしたいと思います。それではどうぞ。2016年、北海道の遠軽町という町に旧白滝駅という駅がありました。その場所は日本の中では最も北の方にあります。自然が多くて夏はあまり暑くありません。冬になると雪で真っ白になります。とても美しい場所です。学生は冬のスポーツの授業ではスキーやスケートを学びます。冬はとても寒いので食べ物の残りは冷蔵庫ではなく玄関に置いておいたりします。その町で原田香奈さんという一人の18歳の女子高生がいました。夢は看護師になること。部活は弓道部に入っていました。弓道という言葉を知っていますか？弓道は日本の伝統的な弓を使ったスポーツです。昔の時代から侍も使っていました。彼女の高校はとても遠いところにありました。毎朝お父さんにその駅まで車で送ってもらいました。そこから電車で高校まで通っていました。
そしてその駅を利用しているお客さんは、かなさん一人だけでした。3年間、毎朝、誰もいないホームで、一人で電車を待ち続けました。その駅の行きの電車は朝7時に1本、帰りの電車は午後から夜の間に3本だけでした。その町は田舎で人が減ってきているため、電車を使う人はとても減ってきていました。週末には午後から部活に行きたくても、朝7時に乗らなければいけません。さらに遅い時間の電車がないので、普通の高校生のように自由に友達と遅くまで遊ぶことができませんでした。彼女はそのような生活を3年間過ごしていました。ある時、3年生の途中にとてもショックなニュースが流れました。その駅が閉まることが決まったのです。実は北海道の453の駅の中で58の駅では使う人がほとんどいませんでした。なので8つの駅を閉めることになったのです。その一つの駅が彼女の利用する旧白滝駅でした。彼女はとても困りました。このままだと高校に通えなくなります。どうすればいいのだろうか。そこで町の人たちもそのニュースを聞いて、彼女を助けたいと思いました。彼女を高校に通えるようにしてあげたい。町の人たちは JR にお願いをしました。JR とは日本の一番有名な電車の会社です。町の人たちは彼女が卒業するまで待ってくれないでしょうかと頼みました。JR は彼女が卒業するまで駅を続けようと決めました。そのおかげで彼女は助かりました。彼女は JR と町の人たちに感謝をして最後の日まで通い続けました。そして彼女が卒業する日が来ました。まるでその駅は彼女が卒業するのを待っていたようでした。2016年3月26日、彼女が卒業する日、みんなに愛されて、旧白滝駅は閉められました。この話は日本人の人を大切に思う気持ちがとても現れているお話ですよね。日本では昔は自分の家で料理の塩や味噌がなくなると隣の家に借りに行ったという話があります。街の中でみんなで助け合っていたのですね。助け合う文化はこれから世界にも日本にも大切なポイントになりますよね。
それでは最後に、このお話の舞台になる北海道を説明したいと思います。北海道は日本の最も北にある県です。県とは英語で prefecture、スペイン語で prefectura。日本の中で最も寒い地域で最も広い県です。実は北海道は日本人が選ぶ旅行で行きたい県11年続けて1位です。とても自然が多くて、野菜やフルーツ、シーフードなどが人気です。北海道で特に有名なものは、ジンギスカンと呼ばれる羊の肉、じゃがいも、牛乳、鮭という魚、ラーメン、カニ、かぼちゃ、トウモロコシ、メロン、イクラ、ウニ、イカ。本当にたくさんありますね。実は数が多くて紹介できないですが、もっとたくさんあります。ぜひ興味のある人は調べてみてください。多くの日本人は北海道で作られたものというだけで良いイメージを持ちます。そして北海道で有名な一番大きな町は札幌です。日本の中で4番目に人が多い大きな町です。実は日本で住みたい町ランキング2位なんです。みんなが住みたい理由は日本の4つの季節をしっかりと感じることができる。電車やバスが便利で使いやすいこと。都会な雰囲気と自然のバランスがいいこと。日本の梅雨と言われる雨のシーズンが短いこと。自然の食べ物がたくさんあり、とても美味しいことなどです。とても人気ですね。札幌の雪まつりはとても有名です。2019年には273万7千人ものお客さんが来ました。雪や氷で作られたいろいろな美しい像を見ることができます。像の数は200個ほどです。一番大きな像は高さが20メートルほどもあって、ビルの4階ほどの高さです。すべての像に使う雪の量は5トン運べるトラックで6000台使うほどです。つまり3万トンです。すごい量ですね。ちなみに車の数え方は1台、2台、3台と数えます。
日本には様々なお祭りがありますが、とても人気のお祭りの一つです。ぜひ雪まつり行ってみたいですよね。北海道はとてもいい場所なので、ぜひおすすめです。はい、それでは今回は心が温まる女子高生と一つの駅のお話と北海道の紹介をしましたが、どうだったでしょうか。このチャンネルでは簡単な日本語で日本の情報や面白い話を紹介していきます。ぜひ聞きたいという人はいいねやサブスクリプションお願いします。もし知りたい情報や聞いてみたいトピックがありましたら、インスタグラムや YouTube へメッセージください。ここまで聞いてくれてありがとうございます。それではまた。